お嬢さんがね、あはい。の、やっぱりリカ子さんのアドバイスですごくいろいろ助かったっていうお話を私も聞いているんですけど、ちょっと教えていただいてもいいですか？あ、あ招きの、猫とか。招き猫、娘がニューヨークで就職したんですけれども、その時に、そのと社長さんが、アメリカ人なんですけど、やっぱ風水に興味があって、で、トイレになんか大きな招き猫、トイレで、招き猫って言っても手が動くやつですよね。あれを置いていたら、それが突然止まったらしいんですよ、その招き猫の腕が。それで、そしたら、その社長が突然、キャッ、キャットイスデード、キャットが死んだって言って大騒ぎして、騒いでたんで、どうしたのって言ったら、その猫が壊れたと。だから何かあるかもしれないって真っ青になってたらしいんですね。で、うちの母が風水やってるからちょっと間取り図をくれと言って、それで送ってきたんですよ、私に間取り図を。で、そのニューヨークのチャイナタウンにあるオフィスの間取り図調べたら、一番そういう動きのあるものを置いちゃいけないところに招き猫を置いてたんですよ。で、うん。そういう悪いところにそういう電化製品とか動くものを置くとよく壊れるんですね。ですへので、え。それも一つのその悪いところを知る手立てになるんですけれども、そこに置いといたら壊れるなってところにトイレに置いてあったんですね。で、しかも運も多分下げてたと思うんですよ。で、ここに招き猫を置いてくださいっていうところで、うちの娘がなんか、だって招き猫買ってこいって言われて、チャイナタウン中走り回って、大きな金の招き猫を買ってきて、で、私はここに置いてくださいっていうところに置いたら、なんか仕事がどんどん入ってくるようになったって言って、すごくすごい。喜ばれたんですが、世の中がコロナになってしまって、そのオフィスは閉めてしまったんですね。で、うん。奥様はフランス人だったので、そのフランスに移住なさって、途中お子さんが生まれたということもあって、で、そしたら今度はまた見てほしいって言われたんですが、なんかね、10世紀か11世紀に建てた修道院を買い取って、そこを改造して住んだ。で、このフライングスター風水って、建った年代がわからないとできないんですよ。へえ。ヨーロッパの場合、とても難しいケースが多いんですけれども、ですからそこのお家は見ることができないので分かりませんでした。ううん、ん。例えばモーツァルトのお家ってウィーンにあるんですけれども、私はフロアプランはもうあるので調べたかったんですが、何年に建ったかが分からないんです、そのフィガロハウス。モーツァルトがその時住んでた家があまりにも古くて。それで、モーツァルトが住んでた時点でもう何百年経ってたらしいので、そこはもう調べることはできませんでした。へえ。建設された年がわか年、らない。年が年必要、がわからないと、年月日もですか？日はいいんですけど、まあ、月まで分かれば確実に。ええ、そうなんですね。あの、その、ふ、リカ子さんがおっしゃってる、その星の動きで見る風水っておっしゃったんですけど、9つの。これが北斗七星っていうのがすごく私面白かったんですけど、なんであれは北斗だったんですか？要するに北斗七星って北極星を中心に、うん。こ春夏秋冬でぐるーっと回るんですよね。そのあことがベースになってるんじゃないかと思うんですけれども、世界中に卍っていう形があるじゃないですか、いわゆる。あ、はい。あれはその北斗七星が回る様子を描いている図で、古代人はみんな見ていたんじゃないかと言われてるんですよね。へえ。北斗七星は本来あと2つ星があって、全部で9つあるんです。ただ、うん。肉眼で見えないので北斗七星ってなってますけど、なぜか古代中あ、国人は分かっていて、九星ということで、うわあ、じゃないかと言われる。すごい。はい。私、星とか月とか太陽とかいつもこう空を見上げる癖があって、すごくうん、今でも寒いのに外に出てわざわざ見たりとかするんですけど、星も大好きで、唯一すぐわかるのが北斗七星で、なので、北斗七星なんだと思って、リカ子さんの本を読ませていただいてね、北斗七星だっていうところが面白かったんですけどね、そういうことなんですね。世界の、だから、まあ、世界中だと思いますけど、情報源は星空だっ
たっていうか、星空、う星ん。の動きが情報源で天変地異とかいろんなことをこう予想したりとかしてたんじゃないですか。なそれす、るほどね。うわあ、面白い。まあ今の特に東京なんか住んでたら本当星なんて数えるほどしか見られませんけうん、ど、本当に山の川まで全部見れたらなんか人生観変わるって言われて私も一回見てみて。そうですよね。私たちもね、マンハッタン住んでた時は、星はやっぱり本当に少なかったので、まあ見えるのが少なかったので、もちろん明かりがもう24時間ついてるようなところなので、普段の、私たちが住んだところもどこもやっぱり賑やかなところが多かったですし、もう高校といつまでも車ももう24時間走ってれば、電車も24時間ですし、明るいので、なかなか見ることができなかったんですけど、私たち今、隣の州に引っ越してきたので、で、そしたらもう、いきなり星がすごくて、まして冬だったので、引っ越してきた時に、あまりにも星の数がすごくて、引っ越したその日か、落ち着いた日か忘れたんですけど、もう、星がすごいって言って、全員真夜中真っ暗な時に、もう全員が、うちの全員、出て、星をもうみんなで、わあ、すごいねってこうやって見てたんですよね。だからそういう、こう、天とつながる、天の世界とつながる。だけれども、その入り口のような、その星空とか月とかを眺めるっていうのは、昔の人たちは Google もないですのでね、そういうところから情報を得ようとされてていたとしたら、すごいロマンだし、だけどそれ以上に情報とか真実がそこにあるということなので、私はやっぱこういうのってすごいなって、こういう歴史っていうのはすごいなって思いますね。ですので、やっぱり自然界のものとつながって、天のものとつながるっていうのは、とても大事なことだと思います。そういう意味ではね、風水もやっぱり先ほど、最初からあやちゃんも言ってくれましたけど、とてもスピリチュアルなものであるっていうそうです。のをとてもわかりやすくりかこさんが教えてくださってるので、すごいありがたいです。面白いです。うん。はい。世界っていうお話が出て、この私たちの YouTube チャンネル、3カ国語で、字幕をつけたりしていて、例えば、アメリカだったり、南米だったりっていう方もご覧になるんですけれども、この風水っていうのは、その中国が発祥っていうこはい。とで、教えていただいたんですが、例えばそういう同じ考え方っていうか、その全部、いろんな国でもアプライできるんですかね、もちろんそうです。うん。北半球、南半球関係ないです。うん。同じに見ることができます。ただはい。そのフライングスター風水はその建物が建った場所、月が必要、年月が必要っていうことはい。なんです。はい。うん。その通りと、あと位置ですね。正面方位が必ず必要なので、うん。正面方位がなかなか私がすごく苦手分野で、すごく迷うことが多くて、難しい場合はいくつか、いくつかの正面方位を本当にフライングスターチャートを書いて、どれが当てはまるかっていうのをちょっと住んでらっしゃる方と照らし合わせて決めることもあります。そうなんですね。本を読ませていただいて、その建物内で9つの星がどのように分布しているかを理解して操作することで、建物内で基地とこう基地ではない場所を基地だったはい。ら強化して、やっぱり基地ではないところは減少させることが可能で、あと、建物内のパワースポットを特定することができるって書いてらっしゃって、すごい、わあ、面それを、白いと思って、このパワーおスポットっていう金のは、建物内のパワースポットっていうのは、一番エネルギーが高いということでしょうか。どういうことですか？その時代に、その20年間のうちに、そこの方位に、動きのあるもの、電化製品とか、窓とか、ドアとか、そういうもの、玄関ドアとか、階段とか、そういうのがあると、お金が入ってくるという意味での、お金が入ってきやすいという意味でのパワースポットなんです。だから、例えばその場所がトイレなんかに当たっていたら、まあ、トイレの壁に、例えば振り子時計を置くとか、うーそうするしかん。ないですよね。で、一番良くないのは、そういう場所が閉鎖的で窓もなくて、もう使いようがないとか、そういう場所だと、まあ、振り子時計を置くので、まあ、せいぜいっていうか、ええ、そういうになっちゃいますね。
あでもそと、のパワースポットっていうのは、リカ子さんの中ではこのパワースポットっていうのは、じゃあ、この20年間でパワースポットの場所は変わるんですか？それそうです。ともその、あ、変わります。20年ごとに変わるので、20年ごとに同じ建物の中でもパワースポットの位置は変わるんですね。だから、あ今、新築物件頼まれると、40年先までいいパワースポットをちゃんとよくできるっていうことを考えて、設計します。設計っていうのは設計士さんにお願いします。こことここにあるなるほど。窓はここに大きく作ってください。階段はここにしてくださいとか、リビングは、あと玄関はこことか、そこはうん、もう、先の先まで考えないと、20年間だけいいっていうんじゃ、あの、うんその先が良くないので、うん。わあ、だからすごい。建築の方がやっぱりやりやすいというか、うん、中古の場合はもうどうやってもダメっていう家もあるので、どうやってもこのうちお金入ってこなくなるだろうっていう家もあるので、あの、例えば中心にすごくそのパワースポットが来ちゃってる場合、そこが吹き抜けとか階段になってればいいんですけど、完全に閉じちゃってると、もう多分そのお家には多分財運は見込めないだろうなという感じはあります。引っだから、越すしかない。まあ、2番目にいいパワースポット、まあ、普通3つあるんですけど、1番、2番、3番、程度が違うんですよね。だから1番のパワースポットがそういう場合は、2番目のパワースポットをこうガーッと活性化しうてん、やっていくしかないですよね。なるほうん、どね。はい。あの何でしたっけ、その、基地と基地ではないスポットで、何でしたっけ、基地のところは活性化するために、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。うんと、例えば、リビングは基地というところに配置するのがよくて、キッチンは、悪い気を燃やすから、あの、強の方に置くとかっていうのが普通の風水ではあるみたいなんですけど、あとトイレとかバスルームも強と置かれるところに配置すると、水回りは悪い気を流し去るから、トイレっていうのは強の方に置くといいっていうのが、普通の風水とはって言ってやると出てくるんですけど、これを信じてらっしゃって、信じて作ってらっしゃる方たちっていっぱいいると思うんですけど、これは、りかこさん、本当のことを教えてください。じゃあその悪いところっていうのをその方たちがどういうふうに定義なさってるかがわからないんですけど、フライングうん。スターでは、そのいい星が、ウェルススターもスピリチュアルスターも3つずつしかないので、あとの6つは良くないわけですよ。だから、あせっかくその3つしかいいところがないんだから、悪い星があるところはトイレとか、要するにお風呂場とか、あと倉庫とか、長時間そこにいないところになるべくう持ってん。いきたいわけですね。家の中にその悪い星が置かないってわけにいかない、絶対あるので。で、そのいい場所っていうところは、なるべく静かなところで効力を発揮するいい星は寝室とか書斎にしたいし、お金を生むところだったら階段とか玄関とか窓に、リビングにしたいと。そういうことなんですけど、あの、き、キッチンだったら、火を使うところなんで、悪い気を燃やすとか、っていうのをどこの定義でおっしゃってるのかがよくわからないんですが、あの、すごい納得いっちゃったんですけど、それで騙されちゃったってことですかね。悪い気って何だろうって、その間う取り図見ん。たら悪い気がどこにあるかわかるんでしょうかね。わかるんだったらいいです。ないですか、なんか設計図みたいなのが、見取り図みたいなのがあって、これはどこどこの方角だからトイレを置いちゃいけないとか、私よくなんかクライアントさんたちの方から言われたりすることがあるんですけど、でも日本の仮想じゃないですかね。よくわからないですけど。ああ、仮想ね。仮想とか発宅とか、発宅風ああ、水っていうのも、そういうことか。仮想と風水の違いを教えてください。仮想はとにかくもう決まってるんですよね。例えば東うん、南が、なんだっけ、玄関だっけ、なんかあるといいとか、ああ、そういうことね。あとじゃあ、あれは風水じゃん。東西、東北と南西が鬼門だから、なんかトイレ置いちゃいけないとか、なんかあ、そういう、そういうこ
ことだと思います。そういうことをおっしゃってたので、すみません。風水をご存知の方たちは、いえいえ、何言ってんのこの説って言われるかもしれないですけど、それぐらい私は、仮想と風水とかの違い、仮想っていう言葉もよくわからないぐらいなので、本当に、最初、初心者が、私もプロ仮装やってましたよ、仮装。私もしてやってましたが、して本で、南西はお母さんの場所で、北西がお父さんの場所で、当だからえ私、そもそも新築で建てた時それで建てたんですよ。恥ずかしいですけど。だからよいや、でく知ってます。もたくさんの方がそれをされてると思いますよ。あまたの、はね、それが本当にフライングスター風水で見ても当たってればラッキーだとは思いますけど、それでダメだ、なんか全然仮想で見てもらったんだけど、良くないっていうご相談はよく受けます。ああ、そう。はい、そうなんです。じゃあ、仮想を信じて立ててらっしゃる方とか、それで全部見る方たちが、え、ダメな場合もあるってことっていうクエスチョンマークが今あると思うんですけど、それはどう、住んでみてどうかっていうことですけど、でもそれを信じてらして、本当にそうだと思ってらっしゃるんだったら、そっとしといてあげてもいいと思う。よね。まあ、聞きながら、クエスチョンをさせいや、て、質問させていただきながら、信じるものは救われるってありますもんねってそうです。だ心がから、あけるんなたそれ違ですけど、うのよ、間違いよっていう気は私はないですね。だから、あの、ああ、この方がそれ信じてて、本当にそれでお幸せなら、本当うん、にお幸せにしていただきたいとはい。思います。私もその通りだと思います。で、さっきキッチンのことすごくおっしゃってましたけど、あの、昔のお家って、要するにキッチンが一番火を使うところだったわけですよね。はい。で、昔、土間で土ばっかり、中国も日本もおそらく土のうん、床で、キッチンって火を使うところなので、多分ものすごく唯一エネルギーを燃やすところだったと思うんですよ。うん、はい。もう今の現代住宅って、電気製品が各部屋にあるじゃないですか。で、はい、テレビはい。し、パソコンもあるし、もうエアコンもあるし、そうすうん、ると、で、しかも、あんまり昔の人ほど料理しないですよね、今、昔ほど。なんていうか、一日中そんなかまどを炊いてるとかないじゃないですか、そんはな。い。ね。そうするほどキッチンの風水に対して神経質になる必要はないんじゃないかと思いおー、ます。なるほどね。うんじゃあ、いわゆる風水と言われるものを探していったら、こういうところが出てきたから聞かせていただいてるんですけど、そのトイレ、バスルームは水回りに関係があるので、悪い気を流し去るっていうのも、笑ってらっしゃるのがお答えですよね。ライフスタッフ水ではそういう言い方はしないとか、悪い星があるところはもったいないから、そういうところに使っちゃった方がいいと。いい星をなるほどね。使いたいからっていう、そういうことですよね。うん。うん、だってこれ風水とはって探してきたら出てきたんですよ。そうだから私も、だから私もなんでアメリカで出版したかというと、その日本で言われてる風水と私が言ってる風水が、勉強した風水があまりにも違うので、うん、だからアメリカでね、どういう風水が風水として認知されてるかがわからないままなんですけれども、まあ、日本よりはその風水に対する認知が少ないんじゃないかなと思って、ちょっとうん、トライしてみたかったんですけれども、まあでも結仮局仮え想とかアメリカに、仮想なとかっていうのもアメリカにそういう認識があるかどうかないと思います。わからないですからね。ただ、アメリカにはスペースクリアリングっていう方が、片付けるとかミニマリストの、なんていうのかな、いわゆるこんまりさんみたいな感じ、片付ける、とにかく。きれいにする。ということによって家の運気を上げるっていう意味での風水が盛んなような気がしますけど、違いますでしょうか。昔、ただ、アメリカ人の人たちって変な日本語ですけど、アメリカの方たちって、物を大事にする方が多いので、ミニマリズムっていうのは、全然多分本来ないと思います。そうですか。うん。なので、いろいろね、バッシングが起こったりはしたんですよ。どんどん片付けていく。まあ、片付けるのはいいことなので、捨てることとか、ミニマリズムに対しては、
いろんな評価がありましたけど。はい。あとは、きれいにするとかね、お掃除。お掃そうです。除を熱心にそうです。するって。私もね、お掃除は本当に皆さんに言っています。きれいに片付けてくださいって。なので、物とかも、書類がわーってありますけど、何かを置くものにしても、こう、きちんと並べると、気が、こう、スッと、エネルギーがスッとなるので、それだけでやっぱりエネルギーが浄化さ、そこのお部屋が、その場所が浄化されるので、片付けてくださいね。埃とかもないようにしてくださいねって。これをちょっとこう片付けると、そんなに大掃除してないのに、ほら、片付いたように見えるじゃないですか。そうすると旦那さんもちょっと掃除しろよとか言わなくなるのでね。で、気持ちも良くなるでしょうとか、トイレとか、水回りをきれいにすると、やっぱりね、運が上がるとか、健康にもいいと言われますけど、それは本当にその通りで、毎日大掃除しろなんては言わないので、使うたんびにきれいにとかすると全然こうエネルギーが変わってきますよっていうふうにお伝えしてるんですけど、それでよろしいでしょうかね。でも、ただ風水ではないですね、それは。そうですね。風水ではないですね。綺麗な綺麗なお家に。その風水ではないですからねっていうところで、そのせっちゃんは、そのさっきも少しお話は私が出しましたが、ビジネスのスペースクレンジングはいだっはいはい。たり、お家のスペースクレンジング、場所の浄化をね、させていただくんですけども、さっきリカ子さんのフライングスター風水では、その20年ごとの区切りで、はいはい。特その建物の中の特定のパワースポットも変わるっていうようなおはい話をしていただいたんはい。です。せっちゃんはえっと、企業様からのご依頼で、毎年1回、スペース、そのお店だったり、事務所だったりを、クレンジング、浄化させていただくことがあると思うんですが、なんかそういう時に、ここの、今回、なんか前回と違うなとか、そういうことを感じたりとか、で、それはもし感じたことがあるんだったら、何が原因でそうなったりとかっていうのは何か経験があったりしますか、せっちゃんは。私、まず、前のリーディングを私は覚えていないので、そうだね、そうだね。昨日それは、のセッションも覚えていないので、ごめんなさい。そこは役に立たないです。ただ、ビジネスのオーナーさんやそのお部屋、お家を毎年スペースクレンジングを、お願いしてくださるクライアントさん方っていうのはたくさんいらっしゃって、で、その場合、去年、節さん、ここにこうやって置けって言ってくださったので、捨てますって言って、教えてくださって、あ、いいですねっていう場合もあるし、あ、今年はじゃあこの色にしましょうとか、今年はここにしましょうって変えることも多々あるので、そういうことかなっていうのはちょっと思います。なぜかというとですね、あの、ここ前良かったのに、それは何か、どこかの場所とかじゃなくて、公共の場所だったんですけれども、とか地域とかそういうことだったんですが、ここ前良かったのになとか、なんかあんまり良くなくなってきたとか、そういうことをセッチャーがポロッと言ったりすることがあるので、それはきっと何か原因があって、もしかしたらなんかフライングスター風水のそういう時の時間の経過を取り入れていらっしゃるように、何かそういう説が見るスピリチュアルの中でも気の流れとか人の流れとかそういうことが関わってきて、だんだん時の流れとともになんか変化もあったりするのかなと思ったり、あとはそうですね、ここにキラキラしたものを置くとか、そういうこともせっちゃんすごい言ったりするのを聞いたことがあるので、なんかキラキラとかっていうのもちょっとエネルギーが普通のそうです。なんかうん。一辺倒な色とはまた違ったエネルギーを発するのかなとか、そういうことでここに置いてくださいとかもあるので、なんかそういうのがちょっと共通じゃないですけど、交わるのかなと思って聞いてみました。はい。どうですか、その辺は、りかこさん。だからお分かりになるんだと思います。サイキック能力で。だから、運のいい方が、運のいいように暮らしていらっしゃる例をいくつか見てきているので、多分、節さんにそういうエネルギーが感じ取りになれるんだと思います。だから、風水師はそういうのまで分からなくても、計算で出る方法を編み出したんじゃないかなっていう感じです。そのサイキック能力がなくても。でも私だったら計算の方を信じますけどね。
いや、私なんかのサイキックの方がを知りたい。みうん、ね、目に見えない。でうんも、計算で先生術とかもそうですけど、やっぱりああいうのって学問じゃないですか。先生術も学問だし、風水も学問だと思うんですね。で、それを学問としてきちんと覚えて、勉強されて、覚えて、実践されてる方々っていうのは、やっぱちょっと本物の方たちだと思うんですよね。なので、すごいなって思います。それが学問として計算できたりとかするっていうのが、エネルギーを計算することなので、すごいなって思います。運命も、先生術もそうですけど、ね、すごいなって本当に思います。やっぱり好きかどうかだと思います。だから私の本をお読みいただいて全然わからないっていう方も方がむしろ多いと思うんですけど、お分かりになる方はもう最初に出した本だけでご自分の家を全部もう正確に間取り図の線を引いて、きちんと鑑定で確かめのためだけに私に見せてくださる方もいらっしゃるので、うん、ですから本当に適正だと思います。もう好きかどうか。あね、のうん、でも分からないって方がほとんどです。残念ながら。笑笑ってるし、面白い。本当にリカ子さんのような先生に本物の風水を、習いたいっていう方たちも、今見てくださってる方たちの中にはたくさん、増えていかれると思うんですけど、教えるということに関しては、リカ子さんされてるんですか？今までご希望があれば、マンツーマンでやっておりましたが、やっぱり反省点もいろいろありまして、というのは、この間、娘が四柱推命習いたいっていうことで教えたんですけど、やっぱり教えるって本当難しくって、私が分かってて当たり前だと思っていることも、やっぱり初めての方って全然分からないんですよね。私みたいなもんです。でもね、生徒さんって分からなくても、うんうん、うんうんってこう聞いてくださっちゃうんですよ。で、そこに気がつかなかったんですけど、娘にそこ指摘されて、多分ね、その今まで教えてた人たちは、うんうんって言ってただろうけど、何にも分からずに、うんうんって言ってたと思う。なおさん偉い。なおさん、お嬢さんのなおさんすごい。考えてみたら、そうかなという節もあるので、ちょっとお教えするにしても、ちょっとやり方を考え直そうかなと今ちょっと考え直しているところなんですけどね。あ、現にうーん、その娘がそのウェブの学校にちょっと1年ぐらい、1ヶ月ぐらいかに、まあ、行ったことがあるんですけど、その時に理解してた子はやっぱクラスの中で、まあ、1人か2人だったらしいんですよ。でもみんな、うんうん、うんって授業に入っていって、その授業が進んでいって、で、最後に先生が質問を出して誰もわからないと。だから本当教えるって難しいなと思ってるところです。すいません。はい、私事ですけど。はい。面白いです。そうなるほどね。多分分からなくても多分うんうんって言いながら聞いてんのかなって。だから私そうですね。教えしたことあるんですけど、それこそ3、4、40人相手もあるし、個人で教えしたこともあうん、るんですけど、分かってらっしゃらなかったのかなと今になってみて、ちょっと反省してます。はい。だから私も気をつけます。いや、教えるって本当難しいですよね。でもはい。前に、リカ子さんは私に、やっぱ教えるってすごい楽しくて私好きだっていうことに気がついたんですっておっしゃってて、私そういう気持ちってすごい純粋で本物だと思うので、もう、うんうんって言ってたら、わかんなかったら、うんって言わなくていいですよって言えばいいと思います。うん、うん、つい最近もちょっと、旧水明をある方にお教えしたんですけど、ずっとうんうんっておっしゃってたなと思って、そういえば、分かってなかったのかもしれないとか、ちょっと今心配になってます。はい。特にね、
日本人の方々って勉強熱心ですし、だけど質問するとか突っ込むってことをあんまり先生とかにされないと思うんです。こっちでは、うちの旦那さんも大学で教えてる教授ですけど、うんって多分してる人あんまりないんじゃないかな。すっごい質問に来るので、彼女たちは。もう全然、だからまあ、でもお互いに、私もセミナーとかもさせていただいたりしてるので、セッションの時もそうですけど、じゃあ、うんって言ったら、わかりますかって、わかるって確認を私はしますけど、でも、もっとするようにするし、やっぱりだからこう、確認のためのテストみたいなのは必要なのかもしれないですね。教えてらっしゃる方々はね。うん、はい。はい。まあ、テストの意味がやっぱりあったってことですよね。特に日本の方は奥ゆかね、しいね。確かに、ね本当にそうです。うん。わからないことをわからないです、教えてくださいっていう質問をする勇気を皆さん持ちましょう。その方が世界が広がるし、皆さんも本物になれます。そうですね。はい。そう、じゃあこれからね、またどんどんコンサルタントの方も再開されるうん、ということなので、ぜひ、絶対何か、見てもらいたいと思うと思います、ね、皆さん。そうですね。うん、あの、で、せっちゃんの方もね、せっちゃんの方ははい。せっちゃんの風水という、学問ではないですが、せっちゃんはもう天とつながって、それこそ、ご自宅の場所のクレンジング、浄化ですね、エネルギーの、見えないエネルギーの浄化もさせていただきますし、あと先ほどもお話に出た、そのビジネスをされている方、リカ子さんもその、ね、ビジネスをされている方にお役に立ててほしいということで、風水の、フライングスター風水を、ね、本までね、出していただいて、せっかくねっていう経緯があったと思うんですが、せっちゃんもね、ビジネスされてる方の、そういう、例えばその社長さんからのご相談だったら、社員さんのこととか、従業員の方のこと、で、従業員さんからはそういう自分のね、職場の関係のこととか、人間関係とか、せっちゃんすごく得意だもんね。なはい。ので、皆さん、やっぱりね、会社とかって人間関係が大きなテーマだったりもすると思いますし、もちろんね、そうやって業績とかもあるとは思うんですが、で、ここを見てくださっている皆さんはもうお二方のこのお二人の本物が、いつでも相談に乗ってくれると思いますので、ぜひ皆さん、安心してご相談くださいということになると思います。はい。やっぱりビジネスって人間と関わることじゃないですか。どんなビジネスでも。なので、同僚の方もそうだし、上司もそうだし、お客様もそうだし、あとは、やっぱり自然、そこの立ってるところで、いらっしゃるところでお仕事をされるので、環境だったりとか土地とかっていうのが関係があるので、やはりね、人間関係もそうです。それで、リカ子さんの方で、ウェルスターっていうのが、その2種類のエネルギーの、スターがあって、ウェルスターっていうのは経済運を司って、で、もう一つのスピリチュアルスターっていうのが、健康と人間関係っていうのを司るっていうのが、やっぱり私が浄化をさせていただいたりとかするときの、やっぱり肝心なものなんですよね。なので、おっしゃってることすごくわかるって、本物なんだなって本当に思うし、あのオーナーさんたちだったら、これから雇う、もしくはちょっとさよならをしていただくような従業員さんのこととか、この人を雇おうと思うんだけど、どうしたらいいとか、この何かこう内装を変えた方がいいとか、何か置いたりとかしたものがいいか、これを持ってていいかっていう、お家でも、ビジネスの場でも聞かれるので、そういうお役に立てるんですけど、わからなくなったら私はリカ子さんに問い合わせをして、リカ子先生がい私、らっしゃる。だったらせちさんにお願いします。でも、私本当に不思議なんですけど、ご自宅もそうですし、ビジネスの場もオフィスも全然規模は全く関係なくて、お一人でしてらっしゃるところから、もう何百人でいらっしゃる方とか、レストラン、カフェ、それから病院とか学校とか、教会までも、アメリカでも教会とかも、あの、浄化をしてくださいって言われたりとかして行かせていただいたことがたくさんあって、で、毎年学校とか、そういうビジネスの場を、
浄化のそのスペースクレンジングっていうのを入れる方たちがたくさんいらっしゃってね。で、同時に今申し上げた通り、従業員の方たちのご相談とかもあるので、皆さんぜひ、ご利用ください。そして、リカ子さんがね、これからどういうふうにビジネスを発展させていって、皆様とつながられるのかっていうのを私も楽しみにしているし、まず私がリカ子さんに見ていただきたいので、予約です。はいよろしくお願いします。本当に分かりやすく、本物のことを正直に教えてくださって、質問したら多分分からないことは分からないっておっしゃるし、これは無理ですねっていうこともおっしゃるし、私はこういう人の方がすごく信頼できると思うので、そういう方に見ていただきたいので、皆さんぜひご連絡ください。お話は尽きないんですが、今日は本当にご一緒してくださりありがとうございました。リカ子さん、最後に何かご感想だったり、皆さんにお伝えしたいことはございますか？今日は長時間ありがとうございました。スピリチュアルカウンセラーとして一番尊敬している節さんに風水のお話を聞いていただけて、本当に貴重なお時間を過ごさせていただきました。私は去年出版しましたこのスピリチュアルスターズウェルスターズという本は、あの財運とともにそのインスピレーションを得やすい場所っていうのを特定できるっていうことを特に強調して書いた本ですので、ビジネスの方はもちろんですけれども、インスピレーションを必要とする職業をなさっている方にも有益な情報を提供できるのではないかと思っております。もし参考にしていただければ幸いだと思います。よろしくお願いします。で、日本の方々はこれを読んでくださったらバッチリです。ありがとうございます。ね、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、せっちゃんの方はこちらですね。はい、はい、22%に秘められた真実、こちら、はい、対談本になります。こちらも見えない世界のこと、見えないエネルギーのこと、たくさん書かれてますので、はい、ぜひ、まだお読みでない方、ぜひ読んでみてください。よろしくお願いいたします。はい。では、今日はリカ子さん、そしてせっちゃん、ありがとうございました。で、はい。で、皆さんね、きっと、リカ子さんのフライングスター風水やせっちゃんのスペースクレンジングだったり、セッションにご興味がある方もたくさんいらっしゃると思うんですが、この YouTube の概要欄の方に、2人の情報を載せておきますので、ご覧ください。そして、この動画、ぜひ、ライクですね、いいねと、あとはシェアもしていただけたら嬉しいです。で、ワンネスインラブインクの YouTube チャンネル、サブスクライブの方もしていただいたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまた皆さん、お目にかかれる時がきっとあると思います。はい。はい。またその時まで。はい。またりかこさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました、りかこさん。すっごい楽しかったです。ありがとうございました。皆さん、カットされたところがめちゃくちゃ面白くて、めちゃくちゃだったんですけど、お見せできないのが残念なんですが、でもとても大事な皆さんに聞いていただけるところを見ていただけたので、ここに来てくださって、見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。すでに勉強されている方々も、ここに来て、私たちみたいに楽しく話せて、で、本物は、こういうことなんだ、他にもあったんだ、もしくは私もう一回勉強し直そうかなって思ってくださったら、りかこさんのこの本を読んでくださって、もしくはりかこさんが教えるということをされると思うので、ぜひ皆さんお待ちください。よろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。りかこさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、ありがとうございます。はい、またお会いしましょう。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。